はい、皆さんこんばんは。本日はですね、ウエスタンアームズ M84FS カーボンブラックヘビーウェイトバージョンをご紹介したいと思います。この銃、昔からね、私大好きでずっと欲しかった一丁なんですね。もちろんウエスタンアームズから発売されていたのは知っていたんですけれども、やっぱり値段をちょっと気にしてですね、購入していませんでした。以前ワトさんからウエスタンアームズの M9 をお借りして、その作りの良さに圧倒されて、今回ですねヘビーウェイトバージョンとして2022年8月に再販された M84FS を購入してしまいました。もともとコンパクトな銃が好きなこともあって、この M9 の形状を踏襲しコンパクト化したこの M84FS の見た目、これ非常に美しくて好きですね。あとベレッタ社のですね正式ライセンスを持つこの刻印とかも含めてですね、大好きな銃の外観をさらに細かく見ていきたいと思います。あとですね、一見小さい銃なんですけれども、ヘビーウェイト仕様の撃ち味、これがどんな感じなのかっていうのも確認していきたいと思います。手にした印象ですけれども、まずはこの見た目が美しいの一言ですね。 M9 同様に、スライド上部がカットされて、バレルが見えるこのデザイン、非常に特徴的ですね。またこの使用感がかすかに表現されているこの表面加工、これも素晴らしいと思いました。あと刻印がですね細かくたくさん入っているのも印象的です。コンパクトなんですけれども重量感はありますね。約 680g でした。ヘビーウェイトなのもですね重量アップの要因なんですかね。あとやはりグリップのですねベレッタの正式な刻印が非常に印象的です。それではですね各部見ていきたいと思います。マズルは380オート弾のですね形状になります。インナーバレルがですね少し奥まったところにありますね。フロントサイトはスライドと一体型でホワイトドットが入っています。リアサイトはホワイトドットではなく半円のドットが入っていますね。こちらは M9 と一緒ですね。左側の刻印はこの通りです。ピエトロ・ベレッタという刻印がありますね。スライドのこちらエッジの効いたですねこの曲線部分ですね、これ非常に使用感があっていいと思います。フレーム下部にはレールはありません。パーティングラインももちろんありません。スライドストップは左側のみになります。こちらは金属製ですね。トリガーも金属製です。銃が小さいのでトリガーガードが非常に大きく感じます。トリガープルはこちらダブルアクションとシングルアクションともにですね軽い方だと思います。セーフティーレバーはですねこちら左右にあるアンビタイプになります。このハンマーが落ちてる状態でセーフティーを上げるとですねセーフティーになります。これはハンマーが上がった状態でセーフティーを上げるとこの通りデコック機能になります。こちら、M84FS なのでデコッキング機能がついていますね。これレバーはこの M84 は上げるんですね。M9 は確かデコッキングは下げると思ったのでこの点は違いますね。グリップの刻印はリアル刻印です。このベレッタの刻印ですね、非常にいいと思います。グリップはこの銃にしてはですね太いと思うんですけれども意外と、しっかり握れます。マガジンキャッチボタンは左側のみになります。ハンマー付近を見るとですね、この通りですねファイアリングピンが再現されています。右側の刻印はこの通りになります。こちらにですねPB のマークも
入ってますね。マガジンの相談数は20発になります。はい、こちらウエスタンアームズ独特のですね、バルブ部分の構造ですね。それでは通常分解したいと思います。マガジンは抜いておきます。こちらは M9 と同じ構造で、左右は逆なんですけれども、この左側からですね、押してテイクダウンレバーを下げると、この通りですね、フレームとスライドが分解できます。でこちらがリコイルスプリング一式ですね。でこちらがアウターバレル一式になります。はい、こちらアウターバレル非常に重量感がありますね。ヘビーウェイトですかね。なんか金属みたいな感じもしますね。はい、こちらチャンバー付近にもですね、刻印がしっかり入っています。はい、380オートの刻印も入ってますね。チャンバーとですね、アウターバレルのこの段差がちゃんとあるんですね。はい、あとこちらリコイルスプリングは、はい、スプリングガイドともにスチール製ですね。はい、こちらスライドになりますが、ヘビーウェイトらしく非常に重量感ありますね。あとこちら厚みもかなり厚いですよね。ブラストショット処理とですね、ハンドワークポリッシュ仕上げというようなやり方で、これ非常にこの仕上げ金属感があっていいですね。ここはスライドストップが止まる場所だと思いますけれども、金属の補強とかはないみたいですね。はい、こちらが、フレーム機関部ですけれども、フレームもですね、これヘビーウェイトのようですね。機関部にはですね、いくつかのパーツがですね、スチール製になっているようです。スライドを戻すときにちょっとコツがいるようで、このように普通に戻してテイクダウンレバー作業しても下がらないんですね。で少し押してあげると、テイクダウンレバーを押すとですね、このように装着することができます。この M84FS はストレートブローバック方式なのでショートリコイルはしないようなんですね。なのでアウターバレルも固定がされているようですね。全体の感想になりますけれども、やはり M84FS は非常にかっこいいですね。重量感もあり、非常に高級感あふれる一丁だと思いました。ウエスタンアームス製のハンドメイドで作成されているこの表面仕上げやですね、あと刻印類はですね、何度見ても非常にいいと思いました。M9 もいいんですけれども、このコンパクトな形状とですね、マットな色合い、あとこちら使用感ある見た目が非常に気に入りました。意外だったのはグリップ感が良いことですね。非常に握りやすいと感じました。実写性能はトリガープルが非常にいいですよね。ベレッタシリーズの特徴だと思います。リコイルについては小さいスライドにしては強いと思います。ヘビーウェイトの重量あるスライドなので、マガジンを温めるとしっかりとしたリコイルを味わうことができます。ただスライドリリースの時のですね、感覚は非常に軽く感じますね。リコイルスプリングは軽めなのかもしれません。以前から言ってますけれども、率直なところウエスタンアームス製のエアガンはですね、ハンドメイドとはいえ少し割高かなと私は思っています。ただしこの M84FS のガスブローバックモデルは、私が知っている限りでは WE でもあるんですかね。2022年現在ウエスタンアームズからしか発売されていないと思います。なので、このモデルが欲しい方は、割高かもしれませんけれども選択の余地はないかもしれないですね。今回購入した私の感想としては、この M84FS は、昔から欲しかった銃でもありますし、内容にも満足していて、今回購入してよかったと思ってはいます。
この高級感や金属感あふれる外観、これは所有欲を満たしてくれる一丁だと思いました。購入を迷われている方はですね、ぜひ一度手にしてみることをお勧めします。はい、それではこの後実写シーンもございますので、よろしければそちらもご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。またお会いする日まで。さようなら。